ペンダコ。Bonjour tout le monde. Moi c'est ペンダコ先生。今回は無料の IBIS ペイントを使ってみます。私はデジタル歴は長いですが、IBIS ペイントは触ったことがありません。なので、デジタルに興味がある人におすすめできるソフトなのか試してみます。無料のソフトでどこまでできるでしょうか。早速やってみましょう。ペンダコ。IBIS ペイントは Android や iOS のタブレット、携帯のどれでも使えます。指で絵を描くことができるんですが、今回は iPad Air と Apple Pencil を使っていこうと思います。まずはちょっと触ってみて、その後に実際に絵を完成させていきますね。ああ、いろいろ操作を教えてくれるんだ。あれ、なんで？おー、すごい量。はい、ちょっと触ってきました。かなり便利な機能やいろんなツールがあることが分かりました。これで無料なのがびっくりするくらいです。ここからはいつも絵を描いているプロセスを IBIS で実践してみますね。IBIS ペイントのすごい機能を紹介するためにも、今回はアナログで線画まで IBIS ペイントでイラストを仕上げていきます。1時間のリミットを設けて作業していきますね。アナログでかかしを描くのに20分時間を使いました。残りの40分でイラストを仕上げていきましょう。準備として線画を写真に撮っておきました。アナログの絵をデジタル化する方法についてはこの動画で解説しています。準備ができたので早速始めましょう。アプリを起動するとこのような画面が出てきます。イラストを作るためのファイルを作成しましょう。このボタンを押して画面の右上のプリスを押します。すでにいろんなフォーマットが用意されてますね。注目してほしいのはここ、ビテスとカリテって書いてますよね。デジタルでは大きなサイズの絵を描こうとするとその分動作が遅くなります。このバーを使って好きな大きさにすることができます。しかし大きすぎる数字は選ばないようにしましょう。先ほども言った通りアプリの動作が遅くなります。この DPI、 フランス語で置き換えるとペーペーペーですね。これが何を意味しているのかも先ほどの動画で解説していますので、興味のある人はチェックしてみてくださいね。今回は A4 サイズを選んで作業を進めてみましょう。これで絵を描くための画面が出てきます。まずはアナログで描いた線画をここに取り込みましょう。右下のアイコン、これを押してカメラマークを押すと写真を取り込むことができます。カンバスの中央に配置してチェックボタンを押します。線画抽出を行うか質問されるので OK を押しましょう。この機能はすごく親切で便利なので紹介します。まずは白と黒のスライダーを調整して綺麗な線画に整えます。これについては以前の動画でもお話ししていますね。トーンカーブよりも分かりやすく調整できるようになっています。線画が綺麗になったらチェックを押しましょう。するとすぐに線画抽出をしてくれます。線画以外を透明にすることができます。デジタル初心者の人はイメージしづらいかもしれませんが、線画以外を透明にすると手軽にこんなことができちゃいます。線だけに色を塗ったり、レイヤーという機能をより活用できる。絵をきれいに仕上げるために必要なことが簡単にできちゃうわけです。他のソフトでは自動ではなくて自分で処理をしなきゃいけないんですよね。IBIS ではそれを自動でやってくれるんです。いや、めっちゃ優しい。下の1を押して色を塗っていきましょう。今回はアニメ塗りという手法を使ってやっていきます。線がつながっているところはバケツツールで色を塗りましょう。線がつながっていない場合はブラシツールで線をつなげて塗りつぶしていきましょう。まずはベースをすべて塗り終えます。
次はディティールを塗っていきましょう。ベースとディティールを区別するためにプルスを押して新しいレイヤーを作ります。それぞれを分かりやすくするために名前を付けておきましょう。右下の3つの点を押してレノメ・ル・カクを選びます。すると名前を変更することができます。ここで私が他のソフトでも愛用している便利な機能を使います。クリッピングをしてベースから色がはみ出ないようにします。この機能を使うとすでに色を塗ったところにだけ手を加えることができます。オンオフで見比べるとこの通り、めっちゃ便利でしょ。影をブラシツールの今回はこれを使って書き込んでいきます。広告を見るとさらにブラシを使えることができるみたいですね。ちょっと試してみましょう。光はブラシツールのエアブラシを試してみましょう。これで基本の塗りが完成です。せっかくなので残りの時間を使って仕上げをしてみますね。今回のまとめですが、IBIS Paint は初めてデジタルを試す人には全然 OK。 必要なツールや機能が揃っている。それだけではなくクリッピング、線画抽出といったあると便利な機能も用意されています。惜しい点を挙げるなら、広告を見ないと全てのブラシが使えない。指でも描くことができるから時々誤タッチしてしまう。画面の上に広告が常に表示されているのがちょっと気になる。言っても無料ですから仕方のないことですね。何ページもの漫画を描くならクリップスタジオがおすすめです。漫画を描くために専門的なツールが揃っているからです。でも IBIS Paint はデジタルでどんなことができるのか知るには十分だと私は思います。トーンを貼ったりいろいろと手を加えてみました。結構いい感じで描けましたね。少しでもデジタルで絵を描くことに興味を持ってくれたら嬉しいです。一緒にデジタルでのお絵描きを楽しみましょう。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してください。よろしくお願いします。次の動画を作るためのモチベーションになっています。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアント。